皆さんこんにちは。今車は岩手の山奥夏油高原温泉郷を目指して走っています。夏油高原温泉郷は夏油高原の豊かな自然に囲まれた4つの温泉の総称です。美人の湯蝉温泉は化粧水にも使われるメタケイ酸が豊富な3つの異なる源泉が 100% かけ流しで楽しめる一軒宿です。一般にメタケイ酸の含有量が 50mg 以上なら保湿に有効とされていますが、蝉温泉のお湯は3つの源泉いずれも 150ml 以上含有されているそうです。今回は蝉温泉の半露天風呂付きのお部屋に宿泊してきました。桜の終盤で素晴らしい景色も堪能できましたよ。この動画では蝉温泉自慢の3つの源泉のお風呂を中心にお部屋とお風呂、豪華な夕食と朝食までフルレビューします。ぜひチャンネル登録の上、最後までじっくりとご覧ください。美人の湯蝉温泉に到着しました。蝉温泉は右に見える本館山吹の花と左の新館霧の花から構成されます。蝉温泉のコンセプトは実家に帰ったような気分でくつろげる宿。田舎の温泉でくつろいでほしいという思いが込められています。本館の前には小さな薬師神社がありました。本館エントランスでは鬼剣舞の大きなお面がお出迎え。鬼剣舞は岩手県北上市の伝統芸能です。お面は青以外にも時期によって赤や白などいろいろあるみたいですよ。では本館から入ってみましょう。こちらはフロントから売店です。売店は地元のお菓子などを中心に販売されていました。自販機コーナーがありました。こちらはレストラン鬼剣舞。800円で日帰り入浴も可能です。こちらは山吹の花のロビーです。とてもガラスが大きくて明るくなってますよね。なんと蝉温泉温度というのがありました。昔の歌手のレコードや昭和を感じさせるグッズもありましたよ。お夕食のお時間ですね、6時、6時半、7時スタートからお選びいただきます。じゃあ6時ですいません。はい、かしこまりました。朝食が7時半、8時、8時半からお選びいただきます。じゃあ8時で。8時で、はい、かしこまりました。そして貸し切り風呂ですご予約いただいておりまして、本日が5時から吉見の湯、明日ですね、和みの湯、朝の7時からということで、はい、この後場所も、はい、ご案内いたしますので。はい、今回のお部屋はこちらの萌え木というお部屋ですね。それでね、すぐ隣がエレベーターになってます。それから廊下はこんな感じになってますから、こちらの萌え木というお部屋はね、一番角部屋といいますか、一番端の部屋になりますね。で、鍵はねこんな感じになっています。211萌え木というふうに書かれてますね。
そしてまず開けるとちょっと変わってますよね。こんな感じになってまして、砂利で下にこう木がね配置されていて、木とこちらが石の何て言いますか、ステップと言いますか、そういうのが配置されていて、実はねこちらに一つお部屋があって、さらにこちらにお部屋があるという風になってます。それでまずこの奥の方にね冷蔵庫なんかがありますので、まずはそっちをね見てみますね。こちらがねミニバーのような感じになってまして、こちらポットですね。それから紙コップとね、あとは紅茶とかね、お茶の粉と、それからインスタントコーヒーがね入ってますね。そして下にはね冷蔵庫がありまして、ちょっと暗いんですけども、冷蔵庫の中にはねお水が入ってますね。さてまずはこちらのお部屋に行ってみたいと思います。こちらが萌え木のメインのお部屋ということになります。まずはねちょっと奥の方まで行ってみたいと思いますけれども、こちらを開けるとちょっと外見えないかもしれませんが、実はねこの外にねちょっとこれは驚きなんですけども、今ちょうどねもうゴールデンウィークなんですけれども、ギリギリ桜がねまだ咲いてるということで、ちょっとラッキーな感じですけれども、非常にいい景色になってます。もう本当これはここだけ見るともう絶景のような感じですよね。川もね本当雪解けの水がねすごく水量が多くていい感じでね流れてますよね。もう本当これなかなか素晴らしいなというふうに思います。洗面はねこんな感じのシンプルな陶器のねシンクになってまして、アメニティですけれども、ブラシとね、それからひげ剃りと、こちらが化粧品ということになりますけれども、こちら女性用の化粧品と男性用の化粧品で、日本製のね化粧品のようですね。そしてこちらにね浴衣なんかが置いてありますけども、こちらがフェイスタオルですね。セミ温泉というふうに書かれてますね。でこの中に歯ブラシが入っています。あとはこちらが足袋ですね。それから浴衣ですけど、ちょっと変わった感じのね柄の浴衣ですよねこれね。そして下にはねタオルが置いてます。床子もありますね。そしてこちらにはトイレがありますけども、トイレはね一般的なウォシュレット付きのトイレということになってますね。そしてここはねちょっと湯上がりどころのようなそんな感じの雰囲気のスペースになってまして、こういったくつろげるようなチェアが置かれてますね。温泉の成分表ですけれども、こちらが客室風呂萌え木の成分表で、ちょっと見えにくいと思いますけども、ここにね源泉名が長寿の湯というふうに書かれてます。 pH はね 8.3 の低調性の弱アルカリ性の温泉というふうに書かれてます。そしてこちらのセミ温泉はですね、お部屋のお風呂も大浴場もすべて源泉 100% かけ流しということですね。そしてこちらに温泉があります。ちょっと見てみますね。そしてこちらがお部屋の温泉ということになります。今ねちょうど窓半分開いてますけれども、こんな感じで半露天風呂ということになってますね。湯船は陶器の湯船で、大きさもねまず1人であれば十分かなというぐらいの大きさの湯船になってまして、こちらから源泉が出ていて、源泉 100% かけ流しということになってます。上にはねこんな感じで屋根はかかってますが、外の景色もね十分見えそうなお風呂で、これなら開放感も十分かなというふうに思いますね。そしてこちらにはねしっかりと洗い場が用意されてますね。シャンプー類はマー油シャンプーっていうんですかね、温泉の売店でね見かけるようなそういった感じのシャンプー類になってますね。こちらのねお風呂については後で入ってみたいと思います。
改めて窓側からお部屋を見てみますと、こんな感じになってますね。お部屋はね、畳敷きの10畳の和室ということになってます。こちらにはテレビがあって、床の間がありますよね。床の間があるとね、やはり和室かなという雰囲気がありますよね。そしてこちらにはね、クローゼットがありまして、クローゼットこんな感じですね。上に陣羽織がかかっていて、下にはセーフティーボックスがあります。で、真ん中にね、かなり大きめのテーブルがあって、で座椅子がありますね。でそしてテーブルの上にはお茶菓子がね用意されてまして、こちら絹の調べというお茶菓子ですね。それではね、こちらの美人の湯セミ温泉に関してちょっと説明をしたいと思います。でセミ温泉はですね、本館のね2階建ての山吹の花という館と、それから新館にあたります霧の花という2階建ての館があります。で今回僕らが泊まるのはこちらの211号室っていうね、一番端の部屋で、萌木という半露天風呂付きのお部屋ということになります。両方の館を合わせてお部屋は全部で36部屋あるんですね。こちらのセミ温泉の特徴は何といってもですね、美人の湯と書いてますけれども、温泉の源泉が3つあって、それでその3つの源泉がいずれもメタケイ酸って言われるような、化粧水に使われるような成分が豊富な、そういったお湯になってますので、それで美人の湯ということになってます。そしてお風呂がね、3つの大浴場が男湯女湯それぞれあって、夢見の湯、長寿の湯、それから美人の湯、そしてさらに長寿の湯には露天風呂が男女別にあるということですね。こちらの美人の湯にはね、混浴露天風呂という名物の露天風呂があったんですけども、今はちょっと使えないということで、こちらはちょっと入れないということになってます。大浴場に関してはいずれも撮影の許可をいただいてますので、こちらは後でお見せしたいと思います。さらにですね、貸切風呂よしみの湯というお風呂と、それからなごみの湯という貸切風呂があって、こちらはねどちらも借りることにしてますので、こちらは後でお見せしたいと思います。そしてね、お部屋で Wi-Fi が使えます。Wi-Fi のスピードもね 87Mbps ありますので、かなり速いのかなというふうに思いますね。そしてね、今度はこちらのお部屋にね行ってみたいと思いますけれども、こちらの砂利と石のね敷いてあるところ、なかなかユニークな感じですよね。実はね、こちらのお部屋はここの扉、襖からも入れますし、こちらのね障子の扉からも入れるという面白い構造をしてます。ではちょっと開けてみますね。そしてね、こちらにもう一つこんな感じのね、真ん中にこたつがあって、これね掘りごたつになってるんですけども、全体で4畳半のねお部屋が、小さめのお部屋があります。でこちらのお部屋にはね小さめのテレビが置いてありますね。そしてね、一応こちらから外の景色見えるんですけども、こちらの窓からはこちらに見えるのが本館にあたる山吹の花という塔になります。こちらもね2階建てのね旅館ということになってますね。ということで、セミ温泉の半露天風呂付き客室萌木でしたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、それではお部屋の露天風呂入ってみたいと思います。お湯の温度ね、ちょうどいい感じで調整されていて、すごく入りやすいですね。で、湯船はね、陶器でできたような湯船になってまして、足はね、反対側にはつきますけども、一人で入るには十分なね、余裕があるのかなというふうに思いますね。今こんな感じでね、窓を半分開けてますけれども、目の前に桜が見えて、少し前の方に来るとね、川も見えて、川のせせらぎが聞こえるっていう、なかなかね絶景のお風呂になってますよね。屋根はもちろんね上にかかってますけれども、まずまずの開放感でね、これであれば十分に露天風呂といいますかね、半露天風呂として満足できるのかなという感じがしますね。こちらからね源泉が出てまして、源泉 100% をかけ流しということで、
アルカリ性の単純泉ということで、色はね無色透明で無臭ではありますけども、結構ねツルツルするんですよね。これはセミ温泉のね特徴みたいですけれども、化粧水に使われるねメタケイ酸が多くて、3種類源泉があるんですが、どの源泉もねそんな感じのお湯になっていて、非常にね温泉らしい温泉を味わうことができるのかなというふうに思いますね。半露天とはいえね、これぐらい絶景のお風呂にお部屋で一人で入れるというのは、これはなかなか贅沢かなというふうに思いますね。新館霧の花をご紹介します。こちらが霧の花のエントランスです。こちらからも出入りはできますが、チェックインは山吹の花側となっています。いろりとともに古民家風の飾りがされていました。では中に入ってみます。中はフロントロビーのようになっていました。コーヒーを無料でいただくことができます。こちらはラウンジのようになっています。この窓の外が絶景なんですが、景色は後でご紹介します。はい、こちらが貸切風呂吉見の湯ということになりますね。こちらにはね洗面がありますね。鍵はねこんな感じの鍵になってます。こちらがね貸切風呂吉見の湯の脱衣スペースということになりますね。やっぱりね貸切風呂なので、かなり小さめの脱衣スペース、2、3人程度でしょうかね。それぐらいのスペースになってますね。洗面もかなりシンプルな感じになってまして、石鹸とね、あとシンクがあって、こちらにちょっとしたアメニティがね、お部屋と同じような感じの化粧品のセットとか、ひげ剃りなんかが置いてますね。あとドライヤーがありますね。そしてこちらの吉見の湯は源泉が美人の湯ということで、pH が 7.8 の弱アルカリ性の単純泉ということになっています。消毒はされてますけれども、源泉は 100% かけ流しということになってますね。さて、それではちょっとお風呂を見てみたいと思います。でこちらがね貸切風呂吉見の湯ということになります。湯船はね石の湯船で、やっぱり大人は2人ぐらいでしょうかね。それぐらい入れそうな大きさの湯船になってますね。こちらにはね石といいますかね岩が置かれてまして、で源泉はこちらから出ているということになりますね。そしてね露天風呂ではありませんので、外の景色は見えないようなそんなお風呂になってますね。でこちらにはね洗い場がしっかりと用意されてますね。シャンプー類はねマーユーシャンプーっていうのが用意されてます。貸切風呂なごみの湯行ってみたいと思います。鍵はねこんな感じの鍵になってます。でこちらがね貸切風呂なごみの湯の脱衣スペースということになってますね。貸切風呂ということで1人2人程度の使用を想定しているのか、狭めのね脱衣所になってますね。でこちら側にはトイレがありますね。そしてねこちらには小さいですけども洗面がありまして、シンクとねドライヤーが置いてあります。シンプルな感じになってますよね。そしてこちらのねなごみの湯は源泉が夢の湯ということで pH8.8 のアルカリ性の単純泉。この夢の湯っていうのはねこちらのセミ温泉の中では一番ツルツルした感じのお湯ということでちょっと楽しみですよね。お風呂はこんな感じのお風呂になっています。
お風呂はね全体が石とねタイルでできたようなお風呂で、やはり貸し切り風呂ですので、それほど大きくはなくて、大人2、3人入れるぐらいのお風呂ということになってますね。そして外はねこんな感じで柵で囲われてますので、外の景色はほとんど見えないようなそんな感じのお風呂になっています。こちらにはね洗い場がしっかりと用意されてまして、シャンプーはねやはりこちらのマーユシャンプーでしょうかね、用意されてますね。はい、それでは貸し切りのお風呂入ってみたいと思います。お風呂はねこんな感じになってまして、もうね一人で入るにはかなり十分すぎる広さのお風呂になってますね。こちらにね段差がありまして、少し半身浴のようなそんな感じもできるのかなというふうに思いますね。あとはこんな感じでねバリアフリーに対応したような手すりなんかもあります。外の景色はね、ほぼ見えないようなそんな感じの窓になってますね。お湯がねどこから出てるのかがちょっと分かりにくいんですが、おそらくこちらの下の方から出てるのかなというふうに思います。そしてねこちらのなごみの湯の源泉は夢の湯ということで pH8.8 のアルカリ性の単純泉で無色透明で無臭なんですけども、もう入るとねすぐねこうツルツルしてきて分かるようなそんな感じの温泉らしいお湯になってますね。こちらのねセミ温泉では貸し切り風呂一つはね無料で借りることができますので、こちらのなごみの湯かあるいはよしみの湯、泉質がちょっと違いますので、ツルツルしたお湯が好みの方はこちらのなごみの湯がいいかもしれませんね。大浴場をご紹介します。セミ温泉の3つの大浴場はそれぞれ泉質が異なっています。この後すべてのお風呂を泉質とともにお見せします。こちらは湯上がりどころです。手前から夢の湯と長寿の湯があります。まずは夢の湯をご紹介します。男女の入れ替えはなく、16時から24時は宿泊者の専用となっています。まずは女湯からご紹介します。着替えスペースはねこれぐらいのまずまずの広さのね着替えスペースで、こちらに洗面もしっかりとあるということになりますね。着替えのスペースはこのぐらいの広さになっています。こちらにはねお水とそれから洗面のスペースがあるということになってますね。奥の方にはねお手洗いもありますね。そして泉質ですけれども、夢の湯は源泉が夢の湯ということになりますね。でもう一つね打たせ湯っていうのがあって、そちらの泉質は長寿の湯ということになります。夢の湯はねこちらの大きい方がね源泉が夢の湯で、非常にツルツルした感じのお湯になってますね。そして湯船はね全体が石でできていて、広さもね5、6人程度ならね十分入れそうな広さになってますよね。そしてこちらが打たせ湯ということになってますね。外にはね川と桜が見えるようなそんな感じの景色になってますね。続いて男湯です。はい、こちらが夢の湯の男湯ということになります。着替えスペースのねレイアウトはやはり女湯とねちょっと違うような感じにはなってますね。お湯に関してはね女湯と同様で、内湯がね夢の湯、もう一つの内湯の打たせ湯が長寿の湯ということになってます。でこちらが夢の湯の男湯ということになりますね。お風呂のねレイアウト的にはほぼ女湯と同様で、こちら側に大きめの源泉が夢の湯のねお風呂があって、それからもう一つこちら側に
打たせ湯といいますかね、少し小さめのお風呂があるということになってます。そして外の景色はやはり同様にね、こんな感じで川が見えて、で向こう側に桜が見えるようなすごくいい景色になってますよね。そしてこちらの夢の湯ね、湯船はこんな感じの大人が5、6人入れるような、それぐらいの石造りの湯船になってまして、無色透明ではありますけれども、非常にツルツルした感じの温泉らしい源泉ということになってますね。そしてね、こちらには洗い場がしっかりと用意されているということになります。長寿の湯は廊下の突き当たりにありました。まずは女湯をご紹介します。でこちらがね、長寿の湯の女湯の脱衣スペースということになってます。こちらにお水があって、で洗面があって、さらに奥の方にも着替えのスペースがねあるという感じで、かなり奥行きのある脱衣スペースになってますね。女湯のね、長寿の湯とせせらぎの湯はどちらも夢の湯、 pH が 8.8 のツルツルする夢の湯が使用されています。長寿の湯の女湯の内湯ということになります。奥の方にね、露天風呂が見えてますけれども、でこちらにね、洗い場が7つありますね。十分な数ありますよね。長寿の湯の内湯はとても大きなね、石造りのお風呂になってまして、もうこれはね、もう10人以上入れそうなぐらいの非常に大きなお風呂になってますよね。で奥の方からこんな感じのね、ちょっと変わった感じの上から源泉が流れてくるような感じになってまして、アルカリ性の単純泉ではありますけれども、非常にツルツルした感じのお湯ということになってますね。そしてこちらが長寿の湯の女湯の露天風呂ということになります。これはもうなかなかすごいですね。もう一見してね、奥の方にこんな感じで川が豪快に流れてます。これすごいですね。湯船はね、石でできてますけれども、非常に雰囲気のいい感じの大きめの露天風呂ということになってます。こんな感じで屋根はねかかってはいますけれども、ほぼこちら側全体が開放されていて、そしてこれほど豪快なね景色が見える露天風呂というのはなかなかないかもしれませんね。これは素晴らしいですね。こちらのね露天風呂も源泉は夢の湯ということで、無色透明で無臭ではありますけれども、かなりツルツルした感じの源泉になっているということですね。これは非常に素晴らしいお風呂かなというふうに思いますね。続いて男湯です。こちらも露天風呂が素晴らしいので、ぜひご覧ください。はい、こちらが長寿の湯の男湯の脱衣スペースということになります。こちらもやはりね、広めの脱衣スペースということになってますね。そしてこちら側にはね、トイレも用意されてます。でこちらには洗面が用意されてますよね。あとは冷水もありましたね。でこちら男湯の長寿の湯は、内湯は源泉が夢の湯ということになってまして、こちらの露天風呂の式の湯は美人の湯という源泉になっています。でこちらがね、長寿の湯の男湯の内湯ということになります。奥の方にはね、山の景色といいますか少し見えてまして、そしてね露天風呂がすごいのでね、ちょっと後でご覧ください。でこちら石造りのお風呂で、10人ぐらいはねゆっくり入れそうなお風呂になってます。洗い場はね、女湯と同様に7人分ねしっかりと用意されてますよね。そしてね、やはりこちらのねお湯が出てくるところ、大きな岩がね
置かれてまして、そこをお湯が流れてくるようなそんな感じになっています。でお湯はね無色透明無臭なんですけども、こちらの源泉夢の湯はねとてもツルツルした感じで、もう入るとすぐにね体がツルツルするのが分かるようなそんな感じのお湯になってますね。では露天風呂式の湯に行ってみたいと思います。そしてこちらが露天風呂式の湯です。これすごいですよね。お風呂はねこんな感じの石のお風呂になってますけれども、まず何といってもこちらの川ですね。渓流が豪快に流れる、もう音も結構すごいですけども、豪快に流れるところを見ながら入ることができるというのがすごいのと、あともう一つね、今ちょうど時期が桜の時期なんですね。こんな感じで綺麗に桜が咲いてます。だいぶね散りかけてる時期ではあるんですが、まだ桜が残ってますので、非常にいい感じの花見風呂が楽しめるのかなという感じに見えますね。お風呂自体はね石造りのお風呂で、5、6人はねゆっくり入れそうなそれぐらいのお風呂になってますよね。こちらのお風呂はねセミ温泉に来たらぜひ入ってもらいたいお風呂かなというふうに思いますね。最後に宿の名前にもなっている美人の湯です。美人の湯は他の2つの大浴場と離れた場所にあり、55段の階段を上る必要がありますのでご注意ください。階段を上りきると、こちらは美人の湯のね湯上がりスペースのようなそんな感じのちょっと広めのねスペースになってますね。美人の湯の源泉は美人の湯ということになってます。そしてこちらがね美人の湯の女湯の脱衣スペースということになってますね。そしてこちらが美人の湯の女湯ということになりますね。で洗い場もねこんな感じで5つぐらいしっかりと用意されてまして、お風呂自体はね石とタイル張りのお風呂で、こちらは5、6人入れそうな感じのお風呂になってますね。少し浅めのね部分とそれから深めの部分がありますね。でこちら美人の湯はね外の景色はこんな感じで柵があってあまり見えるようなお風呂ではないんですね。でもともとはねこちらの美人の湯から混浴の露天風呂に行けたんですけれども、今はねちょっと閉鎖をしているということで、現在は混浴の露天風呂には行けないということになってます。続いて男湯です。でこちらがね美人の湯の男湯の脱衣スペースということになりますね。本来であればこちらから露天風呂にね行くことができるはずなんですけども、ちょっと今はね露天風呂こんな感じで閉鎖されてまして、水も張られてないようなそんな感じになってますね。でこちらの露天風呂はもともとは混浴の露天風呂ということで使われてます。そこに仕切りがあって、混浴とは言ってもね完全に男女が一緒になるような混浴というよりは、こういった感じで離れて入れるようなそんな感じの混浴になってるのかなというふうに思いますね。上の方にはね桜が見えて、これ景色なかなかいいのかなというふうに思いますね。そしてこちらがね美人の湯ということになります。でこちらにはね洗い場がしっかりと5つ用意されてまして、そして外には先ほどお見せしました混浴の露天風呂が見えるというような景色になっています。湯船はね全体が石とタイル張りのようなそんな感じの湯船になってまして、こんな感じの浅めのね部分とそれからちょっと深めの部分になってますね。お湯はねもちろん源泉 100% かけ流しということで、非常にいいお湯になってるのかなというふうに思いますね。
ではこれから夕食を食べに行ってきます。1階の会場で夕食です。なぜか妻と娘がスキップをしていました。夕食会場は不要の間。畳の上にテーブル席の食事会場になっていました。こちらがメニューです。名物料理そば味噌焼きにご注目ください。こちらはドリンクメニューです。こちらがお子様メニューですね。これカニのグラタンですね。すごい。あとはハンバーグとエビフライ、それからお刺身とオムライスですね。これね、すごいですね。食前酒は梅酒。前菜とお作りはカゴに入ってきました。見た目がいいですよね。こちらは前菜のオクラ養老、エビの黄身揚げ、姫茸の味噌漬け、ごま豆腐、菜の花の白あえ、ママカリ。ママカリはニシン科の小魚の酢漬けです。いただきます。すごいね。姫茸味噌漬け。皮ごと味噌漬けしたのかな。お、中から出てきた。あ、ほら。味が染みてるわ。こんなのあるんだ。味噌漬けだって。何でも手で食べちゃって困るね。いけるんじゃない？カリッとはなってて。あ、頭までいけそうな雰囲気。ここまでにしておきます。こちらが名物料理そばの味噌焼き。そばの実、松の実、くるみを西京味噌で焼いた一品です。すごいね。わあ、香りがいいよ。もうどうやって食べる？豪快に行きたいけども上手に行った方がいいのかな。じゃあ行くよ。くるみ、松の実、そばのなんかね、実の集合体みたいな。もうね、中でプチ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 感じ。美味しいよ。こちらはお作り、タイとマグロでした。辛くなかったです。タイね。タイ柔らかい。こちらは前沢牛豆板焼き、かなり肉厚です。前沢牛の豆板焼き、これは美味しそうですね。これが前沢牛、すごいですね。とろっとした感じ、めちゃくちゃうまい。サワラの西京焼き、食べてみようか。これはね、朝ごはんに出るともう最高だね。ご飯が進むわ。ねえ、美味しい。しっかり味が染みてて、ご飯があった方ががっつりいけるかなって感じ。器綺麗だね。こちらは煮物、ずんだ水晶カニあんかけ。こちらは蒸し物、茶碗蒸し。これパックリがあってね、こんな感じ。ずんだがびっちり入っていて、そう、仙台みたいだ。中に入ってんだ。そう、ほら、面白い。すごいよね。本当だ。で、あんかけはカニ、贅沢だよね。ふわふわだよ、ふわふわ。
でもカニの風味もするしね、この枝豆のなんかもう刻んだやつがたっぷり入っててうまい。茶碗蒸しね、この器もすごい綺麗だよね。わあ、プルンプルンだわ、ほら。銀杏入ってるかな、大好きな銀杏。エビも綺麗だわ、これね。あった銀杏、銀杏だった美味しいですね。食事は岩手県産の一目惚れ、とめまんまひっつみ汁でした。これご飯はね、一目惚れ、宮城県で有名ですよね、一目惚れはね。岩手県産の一目惚れ、こちらのお椀はひっつみ汁、水豚ですね。柔らかい水豚、スープもね薄味で美味しい。デザートはクワチャプリン、上にはロールケーキが乗っていました。なかなか凝ったデザートですよね。すごい。クワチャ、抹茶じゃない感じの風味がする。美味しい。夜のセミ温泉です。お面の目が光ってます。ちょっと不気味ですよね。お面には守り神や厄除けの意味があるそうです。朝のお部屋からの景色です。やっぱりね、この桜がね残ってくれていて、川と桜とそれから新緑が見えてきてる山の景色がね、ほんと綺麗に見えます。素晴らしい景色ですよね。そして少しね、山の上の方、上流の方を見ますと、桜はもちろん見えるんですけども、手前にもみじが見えて、それから山の上の方にはね、広葉樹の緑がね少しずつ出てきてますので、こちらもね紅葉の時期なんかはすごいのかなというふうに思いますね。これはねなかなか癒される景色かなというふうに思いますね。では今から朝食を食べに行ってきます。朝食は夕食と同じ会場でした。こちらの納豆などは好みでいただくことができます。はい、大人用の朝食揃いました。品数すごいですよね。こちらが湯豆腐、熱々で美味しそう。はいどうぞ。はい。こちらはしらすとおろしですね。当館おすすめ、柚子の香りきのこ味噌。あとは切り干し大根、厚焼き卵ですけど、この器がね熱いんですよね。すごく温めてくれてます。あとはお味噌汁はなめこの味噌汁と、それから温泉卵ですね。これはねハーフバイキング方式でいくつでも取ってこれるということですね。あとは納豆ですね。それからサラダと
焼き鮭、あとはベーコンとソーセージ、お新香ですね。あとはオレンジと、こちらがヨーグルトと。まずはサラダ、卵焼きですね。なめこの味噌汁、こちらが湯豆腐ですね。熱々をいただきます。焼き鮭ですね。こちらが温泉卵、ちょっと醤油かけすぎたね。食後はラウンジで絶景を見ながらコーヒーです。チェックアウトです。インスタ登録で入浴剤をいただきました。プランや料金の詳細は説明欄をご覧ください。セミ温泉いかがでしたか？3つの素晴らしい泉質を湯巡りができる素敵なお宿でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、チャンネル登録の上引き続きご覧ください。